皆さんこんにちは。今回の動画は当チャンネルで1ヶ月前に予想を出していた日経平均の入れ替えについて具体的な銘柄に動きがありましたのでご紹介したいと思います。まず日経平均ですけれども、年に2回対象銘柄の変更がありまして、3月末と9月末に銘柄の入れ替えが実施されます。ですので日経平均連動型の運用を行っている機関投資家約30兆円世界で合計すると言いますけれども、そういった巨額なファンドから除外対象となる銘柄は売り、新規で採用される銘柄に関しては買いの圧力がかかるということになっています。売買の期日に関してはそれぞれの月末引けのタイミングなんですけれども、入れ替え対象となる銘柄が発表されるのは当該月の上旬の方と、具体的にいつというのは決められていないんですけれども、だいたい第1週、遅くても第2週の頭には公表されるようになっています。先月銘柄予想の動画をお出しした際には、第1週の最後の方、9月6日あたりと申し上げていましたけれども、実際に発表されたのは4日の引け後夕方ですね。ですので今回対象となった銘柄及び予想されていたけれども外れたような銘柄、話題になっていたような銘柄ですね。こういったところに動きが出てきたのは、その翌日5日の場中から株価の反応がありました。この発表日近辺というのは指数入れ替えの再取りを狙ったヘッジファンドなどがよく動くタイミングですけれども、この後からはですね、9月30日最終営業日の引けにかけて、先ほど申し上げたような日経平均連動型の運用機関、GPF をはじめとする年金運用であったり、日銀が大量保有している ETF など、ロングオンリーのファンドで動いてくる30日にかけて、対象の銘柄のみが反応を示してくるということです。それでは具体的な内容に進んでいきたいと思います。まず日経平均の算出要領ですけれども、構成のルールがですね、一部変更されてから1年半程度経つんですけれども、実は今回3回目で結構注目されているポイントがありました。それは個別銘柄という意味ではなく、何銘柄入れ替えの対象とするのかという点です。ルール更新されてから1年半経ったということで、過去2回新たなルールで入れ替え行われてきたタイミングありましたけれども、そこでは注目されていなかったんですね。なぜかと言いますと、構成ルールの一つ、流動性の計測ですね。まずこの面において上位450位に入らなければ除外、そして75位に入れば自動的な採用と、225銘柄の構成銘柄数ですので、極端に低い流動性の銘柄は外します。逆にまだ採用してないけれども流動性かなり高い銘柄ですねという場合は採用するというふうに書いてあるんですね。ですので過去2回のタイミングではそもそも市場流動性が上位450位に入らないような構成銘柄が3銘柄ずつあったとであれば、もう自動的に上限である3銘柄の入れ替えが、ほぼほぼ決定されている状況だったわけです。それが後ほどご覧いただきますけれども、今回は流動性計測した時に上位450位に入れない銘柄というのが、1つあるいは2つ程度しかないと。そうするとルール大きく2つあるうちの流動性の点に関しては、そこまで上限3銘柄までわざわざ入れ替えをする必要はないという現状。それに対してもう一つの入れ替えルール、セクターバランスによる採用除外。これ実は業種に偏りがかなりある状態になっていまして、それを重視するんであれば上限3つ入れ替えた方が業種間バランスは取れますよという状況。つまり流動性ルールを優先するんであれば1銘柄2銘柄程度、セクターバランスのルールを優先するんであれば3銘柄いっぱいいっぱいになるということで、日経がどちらの判断を下すのかという銘柄数がかなり注目されている回となりました。それでは現状の銘柄数、セクターごとに分けた時にどうなっているかご覧いただきますと、こちらの状況になっています。まず理想の銘柄数、どのように計算するかと言いますと、先ほど1つ目のルールで計算した流動性の高い450銘柄をそれぞれセクター分けします。そうすると日経6業種のそれぞれに各銘柄割り振られるわけですけれども、これだと450位まで取っていますので、これを半分割る2することで225銘柄というふうにします。そうすると6業種それぞれが
理想的な銘柄数割り振られるわけですね。それに対して現行採用されている225銘柄、それぞれ業種分けするとこちらですので、この2つ理想から現実を差し引いて過不足を計算したのがこちらの銘柄数になります。そうするとご覧いただければ一目瞭然ですが、消費という上から3番目のセクター、マイナス 22.5 銘柄と、理想の銘柄数計算するときに2で割っていますので、点5まで出てきてしまっていますが、少なくとも22銘柄は足りてないと。225銘柄中 22.5 なので、ちょうど 10% マイナスになっていると。言うて、その隣、時価総額ベースでウェイト計算したときには、技術に次ぐ 23% なので、そこまで急いでどんどこ新たな消費関連の銘柄を入れていかなければいけないのかと考えると、そんなにしなくてもいいのかなというような予想は立ちますが、一応算出要領というルールブック上は、ウェイトは勘案するポイントに入っていませんので、他の右側の銘柄数過不足というのが是正されるべき対象として、ルールブック上も記載があるわけですね。ただここの是正を直そうと思っても、1回あたりは3銘柄がマックスですので、その上限を取るのか、さらに3銘柄消費を足そうと思うと、過剰となっている素材あるいは技術の銘柄から何か追加的に1銘柄外さなければいけないとなりますので、その辺の判断今回どうなったかというのを具体的に見ていきたいと思います。ここまでお話ししたような注目点と、事前にどの銘柄が新規採用除外の対象になるかというのがマーケットで予想されていましたが、それぞれの証券会社で予想の当たり外れというのもご覧いただければと思います。予想を出していた代表的な証券会社3社をピックアップしています。まず一番左の証券会社の予想。入れ替え数は3銘柄、つまりセクターバランスを優先すると予想した上で、採用が野村総合研究所、良品計画、パンパシフィックインターナショナルと、実際今回発表されたのは2銘柄で野村総合研究所と良品計画ですので、銘柄自体は上位2つを当ててきたという形です。そして除外の方に関しては、日本製紙と DIC、三菱倉庫と予想していましたが、これも上位2つを当ててきたという形です。こちらの証券会社はどこかと言いますと SMBC 日興と、銘柄数は外しましたが、上位2つそれぞれ採用除外とも当ててきたと、それなりにいい精度ですね。それなりにいい精度とは言いますけれども、今回はそんなにサプライズないような銘柄選別ですので、あまり褒めておくのはやめておきましょう。それでは真ん中の証券会社、入れ替え数を2銘柄と、つまりセクターバランスを優先するよりは流動性のルールも乗っ取った上での日経の判断になるんではないかと見事に予想を当ててきた証券会社です。ただ具体的な銘柄に関しては採用の方、良品計画、ローム、野村総合研究所が時点と間違えてロームを先に入れてしまいましたね。というのも後ほどご覧いただきますが、おそらくこの証券会社は流動性のルール、これを重視した上での予想ということで、ロームの流動性順位が先ほどの75位という強制採用ルールの近辺にいたために、おそらく野村総合研究所よりも上位に入れてきたのだと思われます。一方、除外の予想に関しては日本製紙、日立造船、DIC と、これまた一銘柄正解はしましたが、対象となった DIC を時点の方に入れてしまって日立造船を優先してしまいました。ということで個別銘柄の予想は微妙な結果でしたけれども、ルール判断のポイントに関してはしっかりと当ててきたのがこちらの証券会社大和証券です。さて一番右側、こちらは左側の SMBC 日興証券と近いような予想ですね。セクターバランス重視してマックス3銘柄、採用の方は同じく野村総合研究所、良品計画、パンパシフィックインターナショナル、そして除外も日本製紙 DIC までは同じ予想ですが、3銘柄目に関しては GS 湯浅を入れてきました。ということで銘柄数は予想を外しましたが、対象の銘柄に関しては上位2つずつしっかり当ててきたこちらの証券会社がみずほ証券となります。さて今後半年に1回日経平均の入れ替え予想出てきますけれども、どこの証券会社の情報を鵜呑みにするというか信じればいいのかというのを、こういったところから参考になるなというところと、色をつけている個別銘柄、野村総合研究所良品計画や日本製紙 DIC だけではなくて、予想を外した銘柄ですね。パンパシフィックインターナショナルやローム、これが採用で予想されていたけれども入らなかった。三菱倉庫や日立造船、GS 湯浅といった除外が予想されていたけれども入らなかった。そういった銘柄に
株価として大きな反応が見られるというのを後ほどご覧いただきたいと思います。そしてもう一つ忘れてはいけないのがファーストリテイリングのキャップ調整ですね。新たな算出要領からは構成比率 10% 以上は 0.1 ずつ引き下げた係数をかけるということで、実質的には現状投資されているファーストリテイリング株の 10% が売却に回るということです。これによって構成比率を 10% 以下まで下げていくというわけですけれども、実際の推移ご覧いただきますと、7月31日、9月入れ替えの評価をする基準日となったタイミングで、ファーストリテイリングは 10% の基準を大幅に超えてしまっています。ただ 10.5% にはいっていませんので、係数 0.1 までの引き下げですね。これが 11.1 を超えていると、8月5日とかですね、一番高いところだと超えていますが、もしこのような比率になっていたとしたら、0.1 下げても 10% 超えてしまっていますので、さらに 0.1 下げて 20% とかなりの引き下げになっていた。今回は 0.2 の引き下げを免れましたけれども、0.1 引き下げで、また半年ですね。今、足元半導体の銘柄、構成比率第2位の東京エレクトロンの株価がどんどんと下がっていますので、2位に限らず3位、4位と半導体関連の大型株が下がっていけば、自動的にファーストリテイリングの構成比率というのが上がってしまうと、今回 10% を下回るように調整されてもまた半年後引っかかってきてしまうのではないかというポイントは注意してみていた方がよろしいかと思います。ということで、前回もご紹介しましたが 0.9 の掛け算で想定売却銘柄数は735万株。出来高換算の日数だと4日分程度ですね。これが売りに出されます。今回入れ替え対象となった具体的な銘柄も合わせて見ていきますと、まず日本製紙ですね。この辺の銘柄、換算係数中ほどにありますが、0.1、0.2 となっていますので、そんなに株数としては大きく出てくるわけではありません。またもう一つ除外の対象になった DIC、流動性順位は430位とキワキワですが、セクターは素材ということで、銘柄数超過気味のところから選ばれています。この2つでですね、それぞれ25億円、75億円程度の売却ということで、だいたい100億円分ぐらいの売りが出てくると。さらにこれに加えて、先ほどご紹介したファーストリテイリングのキャップ調整、構成株数の 10% 売却が出てくるということで、だいたい3500億円の売却です。そうすると両方合わせて3600億円程度の売り。インパクトの日数としては右側に書いてありますが、DIC の 7.7 日が一番出来高換算した時の負荷として大きな数字になっています。一方採用の方ですね。先月ご紹介した良品計画と野村総合研究所がそのまま採用されたわけですけれども、それぞれ出来高日数で換算したインパクトは 7.5 日、19.1 日と野村総合研究所の方が大きな数字。もしかしたら半分採用、ニトリのようなやり方をするんではないかというふうには申し上げましたが、その対象にはならなくて一括採用となったようです。そしてこの2銘柄採用するにあたって動くような資金というのはだいたい2000億円の買い付けですので、だいたい1500億円ぐらい余ってくるという計算になります。それはですね、日経平均構成銘柄全体にまんべんなく割り振られるという予定になっています。それではどういった点で株価の差を取っていけばいいかというのを具体的な銘柄でご紹介しながら整理していきたいと思います。この時点、発表された直後というのは、先ほども申し上げたように対象となった銘柄にとどまらず、予想として候補に上がっていた銘柄も動きが大きく見られます。というかそちらの方が今回は大きかったという結果ですね。まずは株価下押しの圧力で作用するはずの銘柄たち。4つ上がっていますけれども、2種類に分けられまして、採用される可能性があると予想されていたけれども外れた銘柄、これと除外として純粋に選ばれた銘柄ですね。この2種類に場合分けができます。そうするとですね、青のパンパシフィックインターナショナルが最も大きな下げを記録しています。点線縦に入っているところが9月4日15時時点ですので、ここから右側というのが発表後の株価反応なわけですけれども、一方で日本製紙や DIC といった実際に除外が決定した銘柄はあんまり下げてないわけですね。なんなら日本製紙上がってるぐらいですので、そうすると採用予想の候補に入っていたけれども外れてしまった銘柄というのが大きく下がっていて、除外として実際に選ばれた銘柄は発表タイミングではそんなに動いていないという結果になっています。それでは同じようにして今度
ポジティブな株価反応を示す銘柄たちをご覧いただきたいと思います。そうすると、先ほどご覧いただいていたのとは逆ですね。実際に採用銘柄として選ばれた2銘柄、野村総合研究所と良品計画。これに対して、もう一つのグループは、除外の可能性が予想されていたけれども、免れた銘柄たちですね。そうすると、今回の場合はほとんどの銘柄で直後大きな上昇を示していますが、唯一、黄色の線ですね。良品計画。これに関しては採用の発表がされてもその後大きな上昇を見せずにほとんど下げ基調を継続しています。それ以外はですね、野村総合研究所も含めて大きな上昇を見せていると。ただ野村総合研究所に関しては一番上の青線ですね。一旦上がった後に押し戻されています。それに対して除外予想あったけれども免れた3銘柄はもう一方的に上がっていっているという結果ですので、これ非常に面白い動きが見られたなという回になりました。どういうことかと言いますと、良品計画に関しては、先ほどの予想ですね。また1ヶ月前当チャンネルでもご紹介しましたが、採用有力候補の筆頭だったわけですね。ですので、ほぼ採用が確実視されていた。9月4日に実際に選ばれたからといって大きなサプライズはほとんどなかったわけです。一方、野村総合研究所に関しては、少し微妙なラインでした。今回2銘柄となりましたけれども、一部では450位の流動性順位を切ってしまう除外の銘柄が一つになった場合は採用一銘柄良品計画だけになるんではないかという予想もされていたので、その場合だと野村総合研究所選ばれないという可能性あったために、その分のサプライズが反応しているものと思われます。ただ予想の候補2番目に入っていましたので、多少リスクを取った上で鞘取り狙った向きが高く上がって反応したところで売りを出してきてるんではないかと、そういった動きですね。そしてその他3銘柄、除外予想あったけれども免れた3銘柄というのは、純粋に先回りした分を買い戻ししたような動きになっています。ということで、こちらのイラストでですね、たびたびヘッジファンドの動きや ETF、年金運用に対する証券会社の株券の調達のスケジュール感というのをご紹介しているものですけれども、何回かお話ししていますので詳細は先月の動画ご覧いただければと思いますけれども、今回発表日の前後でですね、今株価の推移ご覧いただいたように面白い動きが見られた。一方で今後入れ替え日にかけてはまた別の動きが予想されるというわけです。まとめますと、発表日前後は予想が割れている銘柄、採用あるいは除外が有力視されているような銘柄ではなく、証券会社ごとでポツポツと出てくるような銘柄に関しては大きな動きが見られる。特に除外予想の方で除外を免れる銘柄というのは今後発表日より前にポジション取っていても面白いんではないかという反応でしたね。一方で入れ替え日にかけては当然実需の方になってきますので、この後は純粋に野村総合研究所良品計画と日本製紙 DIC 入れ替え対象となっている銘柄の動きをウォッチしていくのがよろしいかと思います。ということで、日経平均の入れ替えに関する話はここまで。少し個人的に今取り組んでいる今後企画にしていきたい内容というのを1、2分程度でお話ししたいと思います。今回ですね、証券会社の予想というのがキーになってくるというお話でしたけれども、よくいろんな銘柄でレーティングというのが付けられています。そしてそれと同時に目標株価というのも各社設定しているわけですけれども、レーティングを変えずとも目標株価を変えることというのはよくある話ですね。そして有力な証券会社がレーティングあるいはターゲット目標株価を変更すると株価に反応してしまって悔しい思いをしたことがある方もいらっしゃるかと思います。こちらはとある銘柄の過去の証券会社の評価変更をリストアップしているものなんですけれども、一番左の日付が変更の日付ですね。そして変更した証券会社、レーティングを変更したのか目標株価を変更したのかは問いませんけれども、両方ともリストアップしている形です。そうするとこの銘柄ですね、野村証券一番直近で目標株価の引き下げ、さらに直近だと8月8日マッコーリー、モルガンスタンレー、これ連続ですね。で、マッコーリー、JP モルガンと、そこより遡るとさらにみずほ証券も下げていますけれども、続々とですね、先月今月目標株価を引き下げ行われている銘柄、これ何の銘柄でしょうか。これだけではさすがに差し支えないかもしれませんが、この引き下げが相次いでいることと株価の水準ですね、3万から4万あたりの株価ということで、
もしかしたらご明察の方もいらっしゃるかもしれません。レーザーテックです。ただですね、この銘柄、目標株価自体はガンガン引き下げられていますが、レーティングの方はですね、JP モルガン引き上げ、ゴールドマンサックスも引き上げ、マッコーリーも引き上げと、同業他社比では相対的に強いポジションになってきていると評価している証券会社も増えてきています。このあたり今後どのような株価展開予想するかにあたって、あるいはそのつながりを持った裏の機関投資家が動いてくることはありますので、注目点になってくるかと思います。もう一つご紹介しますとこちら。レーザーテックほど頻繁なレーティングの変更というのは行われていませんが、目標株価の変更履歴見ていきますと、8月は2社、野村証券とモルガンスタンレーが引き上げ、一方7月は SMBC 日興引き下げ、ゴールドマンサックスも引き下げ、JP モルガンも引き下げ、そしてレーティングの方をご覧いただきますと、変化ないところ多いですけれども、ゴールドマンサックスは7月の頭に買いから中立に下げています。つまり7月までは懐疑的な見方多かったけれども、8月に入ってから引き上げが出始めている銘柄。これ何の銘柄でしょう。株価の水準は2万円前後ですかね。そして今月好調ということなので、結構簡単かもしれません。ニトリです。8月頭の株価暴落あったところから円高に急激に進んでいますので、株価好調なわけですけれども、証券会社の評価というのは、言うて8月入ってから引き上げを行われてももう遅いんじゃないかと、ニトリの株価なんて22,000円超えていますので、この証券会社の予想というのがどれくらい精度があるのか、それぞれの会社でちゃんと事前にですね、有効なレーティング、目標株価を出せているところは、統計的にどこなのかというのを今、探っているところです。ということで、7月16日、この2社株価のパフォーマンス、年初来のパフォーマンスでクロスしていますけれども、それ以降ですね、ニトリはぐんぐんと上がっています。上がってからレーティング上げられてもあんまり面白くもないし、下がってから下げるのもしっかり、事前にちゃんと予想ができる証券会社というのを今後分析していきたいと思いますので、そちら面白そうだなと思っていただける方は、ぜひ高評価、チャンネル登録してお待ちいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。